皆さんこんにちは。今回はですね、こちらです。はい。バッテリースタンドユニットのホワイトバージョン。こちらがですね、やっと、入荷してきました。はい。このバッテリースタンドユニット、まず何に使うかっていうものなんですけれども、こちらの EX Next ですね。EX Next、これもともとはですね、乾電池仕様で動くプロポになってるんですけれども、この EX Next をですね、リフェバッテリーを使って、動かすための、ユニットになります。それが、こちらのバッテリースタンドユニットですね。で、これもともと黒いものっていうのはもう現在販売されてるんですけれども、EX Next がですね、せっかくこうパールホワイトで、白でこう綺麗にまとまってるのに、ここだけ黒っていうのはちょっと、どうだろうっていう方がほとんどだと思うんで、それに合わせてですね、今回、このバッテリースタンドのホワイトバージョンっていうのをですね、発売いたします。で、これやっと、ちょっと最初の発売予定だと6月だったかな、7月上旬とかだったような気がするんですけども、本当に大変お待たせいたしましたという感じで、やっと入ってきましてですね、今ちょうどこの下の階でですね、出荷作業やっております。その中からですね、もういち早くこれ1個もらってきました。なのでですね、今回の動画は、このバッテリースタンドユニットを、ここにあるですね、EX Next にですね、実際に組み込んでいきたいと思います。これ、つけるのはすごく簡単なんで、この動画を見ていただければ、すぐつけられるかなと思いますのでですね、実際に、このバッテリースタンドユニットを、組み込んでいきたいと思います。はい。ということで、まず袋を開けていきます。はい。ハサミで切っていきますね。はい。ヨコモのハサミすげえよく切れます。で、開けていくと、中にですね、このプチプチにくるまったバッテリースタンドユニットと、トリセツが入ってますね。でこれ日本語版と英語版入ってます。でこのトリセツに、従って組んでいけば簡単に組めると思うんですけれども、まずでは出していきます。はい、こんな感じですね。で袋に入っているので出していきます。はい、これ何気に実物の製品は自分も初めて見る感じなんですけれども、これ真っ白ですね、本当に。これ塗装だけじゃなくてですね、下地のプラスチックも白になっているので、なのでこの電池ボックスもこれは見えないところなんで、結構どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、電池ボックスも白くなってますね。で、バッテリースタンドユニット。この表の面はですね、多分この辺はやっぱりどうしても動画では伝わらないんですけれども、ちゃんと EX Next とですね、同じパールホワイトで綺麗に塗装されてます。で、ケオプロポのロゴも入ってますね。で、こっちには、文字も入ってます。で、これ、裏もちゃんと白いですね。これは塗装ではないんですけれども、白い樹脂を使っているので、裏までちゃんと白になってます。はい。ということでですね、これを実際組み込んでいくんですけれども、まずですね、使う工具は、1個だけ、プラスドライバーさえあれば、組み込みは簡単に行えます。でまずですね、こちらの EX Next の、ここに入っているですね、電池を出します。まず344本入っている電池ボックス出します。そしてですね、ここに一番大きいプラスネジですね。プラスのネジがここについてますので、こいつを外してあげます。プラスドライバー使って外します。はい。そうするとですね、このスタンドがですね、こうやって簡単に外れます。ネジ1個で外れます。まずこのスタンドを外していただいて、次にこちらのバッテリースタンドをつけていただくんですけれども、まずですね、裏の電池ボックスの蓋がありますね。電池蓋ですね。これを、開けます。そうするとですね、ここと、同じようにですね、まずこっち側ですね、くぼみがありまして、ここに同じようにビスを留める穴が開いているので、このくぼみにまず同じように、はめていきます。はい。そして、この穴ですね、ここにさっき外した、このプラスの大きいビスですね、頭の大きいビスをつけてあげます。
はい、こんな感じですね。はい、これでもうほぼ取り付け完了です。でですね、このバッテリー、単4電池が入ってた電池ボックスのところに、こちらのですね、ダミー電池ボックスといいますかね、こちらを、代わりに入れてあげます。ですね、これちょっと折りたたまれてるんですけれども、これ線を伸ばしてあげて、ここにちょっと切り欠きがあるの分かりますかね。切り欠きのところにこう線を通してあげて、挟まないようにしてあげます。はい。それからこの電池ボックスのところですね、開けていただいて、もともとこの、単4バッテリーの電池ボックスが入ってたら向きとですね、同じ向きですね。ここにレールみたいな線があるんで、線を同じ向きに合わせてあげて、このダミー電池ボックスを、挿入してあげます。はい、こんな感じですね。で、この線を、この蓋にですね、噛まないように、ちょっとここに、出る、なんていうんですかね、溝があるんで、この溝のところに、この線を通してあげて、線がここに噛まないようにしてですね、蓋を閉めてあげます。はい、これでもうほぼ完成ですね。で、あとは、リフェバッテリーを用意していただきます。慶応プロボの製品だとこの TX リフェバッテリーっていうですね、このバッテリーが、ジャストフィットするサイズなんですけれども、この同じ大きさのバッテリーでしたらですね、別に特に他社さんのバッテリーでも、問題なくつくかと思います。で、今回リフェバッテリーですけれども、リポバッテリーですね。リチウムポリマーの方でも、こちらプロポは動かすことが可能です。で、ここですね、ここから出してきたコネクターに、リフェバッテリーの、コネクターをつないであげます。はい、こんな感じですね。で、バッテリーをここのへこみの部分ですね、ここに、こうやって入れてあげるんですけれども、このうまい具合にですね、線は、挟まないようにこう入れてあげてください。でですね、ちょっとこれが、リポバッテリー、リフェバッテリー、大きさにばらつきがあるので、若干こう、ちょっとグラグラになるようになってるんですけれども、このグラグラカタカタがですね、気になるって方はですね、スポンジ等で埋めてあげるといいかもしれませんね。こんな感じの、これはうちの、なんだっけ、ちょっと名前を忘れちゃいましたけど、レイダウントリガーの、トリガーパッドセットだ。トリガーパッドセットに入ってる、こんなスポンジなんですけれども、ボディに貼るスポンジでもいいと思うんですけど、その辺でですね、この、間を埋めてあげるとですね、バッテリーカタカタしなくなるんで良いかと思います。この辺ちょっと、スポンジ等で、埋めてあげてみてください。気になる方はですね。はい。そして最後に、蓋を閉めます。はい。これで完成ですね。はい。バッテリースタンドユニットつきました。はい。こんな感じになります。はい。これでですね、パールホワイトで上下揃ったんでですね、見た目も、こう黒よりかも全然いいかと思います。これは同様にですね、こんな、スタンドもついてます。これ 3D エクステンションなんかで前が重くなった時にこう倒れないようにするスタンドなんですけれども、これも同様についてます。この白い部品になってますね。はい、こんな感じです。で、最後にですね、ここまでやったら、中身の設定なんですけれども、これ意外と忘れちゃう方多いと思うんですけれども、まずですね、標準が乾電池になっているので、このですね、設定がですね、今出てくる、ここですね、DR、バッテリーの電圧の横に DR っていう、これドライっていう意味なんですけれども、これ、最初、乾電池仕様になってるんですね。これをですね、リポバッテリー、リフバッテリーに変えたら、この、バッテリーの仕様も変えてあげる必要があります。で、これがですね、どこだっけな。まずファンクションですね。ファンクションメニューに入ってもらって、その中のシステムですね。システムに入ってもらいます。そしてですね、ここに、上の真ん中のところですね、バッテリーというメニューがあるので、ここでエンターを押していただきます。そうするとですね、このようにですね、4種類バッテリー出てきます。リポ、リフェ、ニッケル水素ですね。と、ドライ、乾電池が出てくるので、ここでですね、今回入れたバッテリーを、選択してあげます。今回はですね、リフェバッテリー入れたんで、このリフェというのを選択してあげます。そうするとですね、トップ画面に戻ると、このバッテリーの電圧表示の横にですね、この
LF っていう風に、動画でカメラで見えますかね。LF っていう風に出てくるんですけれども、これで、このプロップはリフェモードになったということになります。これモードによって何が違うかっていうと、このバッテリーがなくなってきた時ですね、電圧なくなってくると、こいつアラームが鳴って、バイブレーションが振動するんですけれども、その鳴るタイミングの電圧が変わってきます。で、この、乾電池仕様でですね、リフェバッテリー使っちゃうとですね、乾電池の方が電圧低いですので、そのまんま、アラームが鳴らなくなってしまうんですね。で、アラームが鳴らないくなってしまって、そのまんま電気落ちちゃったり、過放電になってしまったりするので、最悪、濃紺になってしまったりとか、ちょっと結構危険な部分がありますので、これ必ず、リフェバッテリー、バッテリーの種類が変わったら、このですね、バッテリーモードの選択、これをやり直してあげてください。はい。で、これをやり直せば、もうこれで完了ですね。はい。これで、リフェバッテリー、リポバッテリーで、この EX Next が使えるようになったということになります。はい。ということでですね、今回は、本日出荷開始の、バッテリースタンドユニットホワイトバージョンを、EX Next にですね、取り付けてみるという動画を、今回やってみました。はい。このバッテリースタンドユニットですね、明日には、お店に並ぶかと思いますのでですね、EX Next、ご使用の方、バッテリー、リフェバッテリー、リポバッテリー使いたいなっていう方はですね、ぜひこのバッテリースタンドユニットホワイトバージョン、見た目も白で統一されてすごい綺麗ですので、ぜひ使ってみてください。はい。ということでですね、また、お盆明けにでもですね、今度またリクエストお答え企画もやっていきたいと思いますので、リクエストの方も、随時受付しております。はい。それでは今回の動画は以上になります。それではまた。